作戦開始の時間です。親衛隊からの指示で我々は南西の方角を捜索することになりました。警戒網の監視は親衛隊のさつきおみさんが担当します。彼女から連絡が入り次第現場へと急行できるようにということだそうです。へえ、さつきのよみ先輩様は警戒網ね。楽しくなりそうじゃねえか。ワクワクするっての。たくさん獲物を用意しててくれよ、よみ先輩。愛してるぜ、あたしの荒玉ちゃんたち。どうしました？やけに機嫌が良さそうに見えますが。はあ？今までにないくらい目いっぱい戦えるんだぜ。奴らをぶっ倒してぶっ壊してぶっ潰してぶっ刺して借り放題の食べ放題で山の幸ってな。小吹さん？違うよ、これからするのは逃げた都市の確保であって。バーカ、分かってねえのはお前らだっての。スペクトラムファインダーの表示がおかしい。違う、これってどういうことなの？この山どこもかしこも荒玉だらけじゃない。こんなのが人里に降りたら大変なことになるのに。別にいいだろうが。そうなりゃあっちもこっちもお宝の山。倒したい放題で切り放題なんだぜ。七の里さん、あなたいくら荒玉退治が好きだからって言っていいことと悪いことがあります。それでどうしようかしら、キトラさん。江藤かなみおよび十条日和の捜索も大切ですが、それ以前に我々は都知です。お刀を持って人々を守るのが本来の役目である以上、これが人里に降りるのを看過するわけにはいかないでしょう。荒玉と遭遇次第片端から討滅することにします。どうしまして、ヨモ。何かあなたの警戒網にかかったのですか？荒玉が減っています。方角は南西。調査隊の奴らが向かった方角か。断定はできませんが、でもまさかあいつら黄泉の荒玉を倒して。どういうことだ。こんな風に荒玉が群れる様など聞いたことがない。わかんない。なんか誰かが裏にいるような意志を感じる。操られているということか。ともかく一体一体にはさして力はないものの、これだけ数がいるとそれだけで厄介だ。全部でどれだけいるかもわからないしね。そこにいるのは誰？かなみ、みほのちゃん？貴様、おとといの追っ手か。みほのちゃん、どうかしたの？何かそっちにありましたか？なんでもないよ。二人とも隠れて。わかった。ああ。なるほど。つまりお前たちは、私たちを追った罪を問われ、赤羽島の調査をさせられている、ということか。だから関わるなと言ったのに。なんだ？いや、なんか二人、おとといと雰囲気が違うなーって。かなみ、この二晩で何かあった？いろいろ。これは秘密なんだけど、
日和ちゃんね、本当はすごく可愛いんだよ。原宿でもチョコミントアイスについて力説やめ。それ以外にもいろいろ。だから私は朝倉美穂の荒玉の襲撃だ。そちらに行ったぞ。朝倉美穂のどうしてこの二人と一緒にいたのか納得のいく説明をしていただけますね。そこでばったり会って。本当です。分かっているのですか。私たちに課せられた役目は彼女たちを捕獲すること。それを。嫌です。親衛隊の人、捕獲じゃなくて駆除って言った。じゃなくて言いました。そんなところにかなみと十条さんを引き渡したりなんて。そんなの絶対嫌です。そんなの都市の正義でもなんでもない。そんなの間違ってる。しかし私も美穂のちゃんに賛成です。同じく美穂のちゃんに賛成ね。むすみさん、ちーねえ、ありがとう。なるほど。七の里小吹、あなたの意見は？あ？どうもこうもね。そいつら差し出したらお楽しみタイムが終わっちまうだろうが。あたしは一個でもたくさん荒玉ぶっちめられればそれでいいんだっての。それってどういうこと？ほら、ああいうことだっての。おかわりの到着だ。レンプのお前、さっき言っていたのはどういうことなんだ。ここいらに放たれてる雑魚はな、さつきよみの操ってるあいつの荒玉なんだっての。親衛隊が荒玉を。やはりそういうことか。おかしいとも思っていた。どういうこと？だからだな。てめえらを探すためにさつきよみのやつが操ってるんだっての。は？親衛隊が操ってる？なんで？どういうことですか？待ってください。ということは、私たちが今やっていることは。今頃気づいたかよ。そう、私たちはさつきよみの手先足先をぶっ潰して回ってたってわけ。傑作だろ。それでキトラさん、あなたはどうするの？あなた以外は二人を、江藤さんと十条さんを差し出さないという方向でまとまったけれど、私はそうですね。思うところがあるとするなら、私たちは親衛隊の手下ではなく、誰かを裁く存在でもない。それ以前に、ただの杜氏であり、人だということ。そして、人として判断するならば、何も迷う必要はない。そう判断します。じゃ江藤かなみと十条日和の両名に遭遇こそしましたが、荒玉による妨害に遭い、二人には逃げられてしまった。それで良いと考えます。ありがとうございます。日和ちゃんもありがとうって言ってます。だよね。貴様というやつは勝手に。いや、礼には及びません。むしろ。へえ、そんなことしてもいいのかな。それは、感化しがたいですわね。指導巻き、この花鈴香、親衛隊。面白いじゃないか。お前たちのやっていることは反逆だよ。だったら
ここでまとめて切り捨てて構わないということだ。まあ分かっていると思うけれど、もちろん逃がす気も見逃す気もない。いえ、これは反逆ではありません。そもそも私たちは調査隊という独立した部隊であり、親衛隊の指示に従う必要すらないのですから。いいね。だったらこっちも邪魔する者は徹底的に排除させてもらうよ。あなた方はもう行ってください。すまない。どうもありがとうございます。いえ、ただ勘違いだけはしないでください。私たちはあなた方のしたことを認めてはいません。一刻も早く法の下で裁かれていただくことを望んでいます。はい。調査隊構え。瀬戸内千恵さん、朝倉美穂の盗み清川3人で木の花鈴香を、私は短期で指導真希の足止めをする。七の里小吹は周囲を固める荒玉の殲滅。いいか、一匹たりと逃すな。はい。おう。さあ、あなたの相手は私です。指導真希、お覚悟。なんだいキトラミルヤ、一昨年の御前試合の雪辱戦のつもりかい？バカにするな。どこまでも立てつく気か、弱者の風情で。私も今は喜んでお相手をして差し上げますが、あの二人がどこへ逃げようとも黄泉の包囲網から逃れることなどできないのですから。私は役立たずだ。ずっと戦うのが嫌だった。趣味は読書、小説が好き、恋愛小説が大好き。剣を振るのはその次くらいに好きだった。叔父の剣術道場では同年代の誰よりも練習をしたし、負けたことだって一度もなかった。上手だねって、強いねって褒められることが嬉しくて大好きだった。だから最初のお刀に私の古竜影光に徒児として選ばれた時にも、ただ嬉しいとしか思わなかった。平城学館に入学してからも道場での剣術は楽しかった。だからこそ私は剣術の授業で他の人より抜きんでた成績を取れたのだろう。でも私は弱い。役立たずだ。実践が怖い。傷つくのが怖い。牙を、爪を、刃を向けられるのが怖い。写しを貼っても痛いものは痛いし、怖いものは怖い。使命なんかで傷つきたくない。使命なんかで死にたくない。だから戦うのなんて嫌。だから傷つけるのも傷つくのも嫌。だから私は役立たずで、私は古竜影光に見捨てられて、だから私のせいでみんながこんなことに。清香、下がって！しまった。考え事してて。まずい。攻撃を受けすぎだ。これじゃ、写しを維持できない。
体力も、集中力も、持たない。くそ朝倉さんの写しが解除された。そんな、次の一撃を受けたら、朝倉さんが死んじゃう。七の里さんも、荒玉を追ってどこかへ行っちゃうし、瀬戸内さんもとっくに写しが切れてて、これじゃ、役立たずの私を守って、みんなが、ダメ。所詮は有象無象。無様ですわね、調査隊。これ以上私たちの邪魔をできないように、ここで引導を。そんなの。ダメです。何ですの？ああ、あなた平常学館の。まだうろちょろしていたのですか？役立たずは見逃して差し上げますから、どこへなりと。ダメです。私のせいでみんなが。そんなのは、嫌です。嫌なんです。もう、やめてください。何なんですの、この子。ただの役立たずかと思ったら、思いのほかやりますわ。防戦一辺倒とはいえ、傷ついた2人だけでなく、ヒトラー・ミルヤまでもかばいながら僕たち親衛隊を相手に渡り合うなんて、正直侮っていたよ。そうか。はあ、忘れていた。名門神崎道場のムスミ清香。うちの学校には上級生顔負けの腕前を持ちながら、実戦ではまるで役立たずの生徒がいるって。鈴鹿、この子僕にやらせてくれ。同じ高校の先輩として稽古をつけてやる。ただし授業料は吠え丸のサビになることだけどね。さあムスミ清香、吠え丸に食い散らかされろ。こんな時に読みから。何ですの？本部から連絡ですか？ええ、わかりましたわ。マキさん、遊びはここまでのようですわ。連府の高津学長と綾野講師の宗楽学長の双方から、調査隊とはことを構えぬようにとの通達があったそうです。どういうことだ？綾野浩二武芸学者がわざわざ。まさか、キトラミルヤ、お前が手を回したのか？最近は、こんな山中でも電波が届くのですね。おかげで助かりました。あなたまさか、携帯を通話状態にしたまま戦っていたということですの？勝敗は、剣術だけで決まるわけではない。ということです。貴様！マキさん、そこまでと言っていましたよ。それから。なんだ？ヨミが駆除された追跡用の荒玉を補充するとのこと。一度本陣に戻って、我々も陣容を立て直すべきですわ。昨夜の件、ありがとうございます。学長の口添えがなければ、親衛隊を相手に全滅するところでした。それで、調査報告ですが、赤羽島については進展なく、調査隊の面々も、先の報告以上に変わったことは、いえ、一つだけ、現状を見る限りですが、明確に五家伝の学長から指示を受けて動いていると断定できるのは、七の里小吹一人です。彼女は、親衛隊と荒玉の関係についても知っているようで、ですが、はい。
了解しました。この件については、以降触れないようにします。いえ、ナム薬師影光については、まだ。はい。学長のおっしゃる通り、確保に努めます。昨夜は、イレギュラーな通話でご迷惑をおかけしました。次の定時連絡までは、直通での通話を控えます。お疲れ様です。マリワ学長。エレンとカオルのサポート、ご苦労だった。先ほど、江藤かなみと十条日和を仲間に迎えるテストは、無事終了したと連絡が入った。今頃彼女たちは、木佐との合流地点へと向かっているはずだ。役に立ててよかったです。それで学長、私たち調査隊は、これからどう動けば、いえ、彼女たちをどう動かせばいいでしょうか。親衛隊に同行している指揮下の機動隊に協力者がいる。彼女が赤羽島に関して面白い情報を持ってきてくれるはずだ。ここで直接と言いたいところだが、どこで聞かれているかもわからないからな。わかりました学長。では私は、そちらからの接触を待つことにします。ごめん、娘さん、この通り。何がですか？たくさんごめん。今回親衛隊から助けてもらったこともだけど、正直清香のこと都市に向いてないって思ってた。戦えないならなんでここにいるんだろうって。でもなんか清香さ、私なんかより全然強いじゃん。すごかったよ。親衛隊を相手にしのぎきってたよね。そんなこと。やっぱり私ダメです。さっきも怖くて怖くて、やっぱり戦うのは嫌です。でも今一つだけいいことも。朝倉さん、私のこと清香って呼んでくれました。ごめん、つい。さっきの戦闘の時もとっさに清香って。本当にごめん。慣れ慣れしかったよね。謝ってばかりですね。でも本当に嬉しいんです。ちょっとだけ朝倉さんと仲良くなれた、そんな気がします。なんだ、てめえらくたばってなかったのかよ。で、うちの隊長と父江はいねえのか？父江って、2人は定期連絡とかあるみたい。それより国旗さん、どこ行ってたのさ。戦闘中にいきなりいなくなるから心配したよ。私の荒玉ちゃんを山盛りぶっ潰しに行ってたに決まってるだろうが。もうすっげえ楽しかったっての。またやろうぜ。